今日は珍しくヘルメットをかぶってますけれども、なんとドイツのシュツットガルトのクローズドイベントに来ています。今日はね、往年のクラシックレーシングカーたちがここに勢ぞろいしていて、メーカーもね、フェラーリからコブラやたくさんのね、アウディとか、やっぱりドイツなんでドイツ車が多いですけれども、ポルシェ、アウディ、BMW、そしてメルセデスですよね。それらの往年のレーシングカーたちが揃ってこのクローズドコースを走るんですけれど、あくまでね、壮行会イベントのような形の走りなんで、そんなにね、みんなリミットまでは飛ばさないんですけれど、でもね、やっぱりそれなりにレーシングカーですから結構なペースで走ると思います。で、今日ドライブするのはヘーゴポルシェって言って呼ばれている有名な車なんですけれど、グループ4のレギュレーションに準じたチューニングがなされた WRC に出場していた車のコンチニューションモデルなんですね。で、まだね、組み上げられてからエンジンも650キロぐらいしか走られてない車なんで、今日はね、レブリミットまでは当然回せないんですけれど、それなりにね、この車の蘇生を見極められるのかなとは思っています。でね、外からの映像をご覧になっていただくと分かるんですけれど、フロントリアともワイドフェンダーになって、そしてリアにダックテールがついてるんです。で、この仕様がね、当時のグループ4レギュレーションに合致したポルシェのワークスラリーカーと同じ仕様になっています。そしてね、なんとこの車のね、本当にシャシーの作り始めから最後のサスペンションセットアップまでね、全てバルターロールさんが担当したというね、ディレクションをして作られたっていう、そういうヒストリーを持っています。やっぱりね、ドライビングの神様が仕立てた車なんで、とってもね、素晴らしいハンドリングだろうと想像はできるんですけれど、どんな走りをするのかとても今から楽しみです。まもなくね、走行スタートすると思うんですけど、周りにねいる車、本当にレースカーでもロードカーに近いね911がたくさんいて、でそんな中でもね、カレラ6や550スパイダーでワークスをね、今日ポルシェミュージアムからアバルトポルシェとかね、たくさんのワークスカーも来ていて一緒に走ったりするんで、その映像がね、もし撮れたらいいななんて思ってます。でね、このヘーゴポルシェの話に戻るんですけど、エンジンはね、メカニカルインジェクションを積んでいて、でなんとね、340馬力、かなりねパワーがあるエンジンになっています。そして気になるウェイトなんですけど、ほぼ1000キロということでね、とても軽量な1台に仕上がっていると思います。もうね、インテリアもロールゲージとシートだけしかないっていうね、完全なレーシング仕様ですよね。で、ちょっと映像では見えないかもしれないですけど、オンボードコンピューターやね、ラリーを走るために必要な装備も全部ついていて、でインテリアにはね、タイトコーナーを回るためにリアタイヤをロックさせてドリフトに持ち込めるようにシフトレバーのロック機構もついています。でね、今日履いているタイヤはピレリ製のクラシックセミレーシングタイヤで、いわゆるかなりドライウェイ方向に振ったタイヤなんで、タイヤのね、よれ感とかそういったものはないと思うんで、もう純粋にね、車のハンドリングそのものをドライバーには伝えてくれるんじゃないかなと思っています。それにしてもね、このルックスかっこいいですよね。フロントにね、ラリー用の4灯ヘッドライトがついていて、これもまたね、やっぱり往年のポルシェのラリーカーらしいルックスで、かなり渋いと思います。
アレーションになってるんで、かなりね、ショート、スペアがショートになってますね。ちょっとタイヤ温まるまで時間がかかりそうですね。この日が当たってるあたりはもう完全にドライになってますね。濡れてますね。ステアリングはね、実はね、ノンパワーステアリングなんですよ。だからかなり手応えあるね。もちろんキックバックもあるんで、ただね、このノンパワーのステアリングがドライバーにね、正しいインフォメーションを伝えてくれるんで、とても感触はいいです。前にね、風がついてきたりするので、かっこいい。見てください、この前にはね、ゴーゴーのスカイが、その前には風がついてきてるんでね、美しい絵ですよね。ください、この有志、めっちゃかっこいい。ちょっとこの素晴らしいね2台に挟まれてランデブーを楽しみたいです。
あるポイントは制限速度がね低く定められていて、ゆっくりと走らないとねいけない区間になっています。はい、これでちょうどね一周したとこですね。でここはねギャラリーがたくさんいて、みんなね日曜日ですから今日晴れてよかったな。昨日ね土曜日で大雨降っちゃったんですけど、これだけねいいお天気でみんな見ててくれてるんで走りがいもありますよね。タイヤを
ルシェ、ちょっとこれは化け物ですね。かなり楽しい走りを楽しめました。ちょっとね、ドライビングに夢中になってあまりコメントできてないんですけど、これはね、この車日本にこの後送られるんで、今度はね、箱根に持ち込んでこの素晴らしいハンドリングを堪能してみたいと思います。ぜひお楽しみに。このヘイゴンポルシェの監督集をすべて行ってオリジナルのヘイゴンポルシェのドライバーであったディーター・レッシュ・アイゼンさんです。よろしくお願いします。Aufgebaut. Und 1980 bin ich ihn dann gefahren, habe 3 Siege gemacht in dieser Saison, zweite, dritte Plätze und Ende der Saison 1980 habe ich das Auto verkauft nach England bei Walter Röhr seiner ersten Weltmeisterschaftsfeier. Und der Engländer ist nicht so zurecht gekommen, dem war das Auto zu hecklastig, weil der Motor hinten ist und er hat viele Unfälle gehabt und dann war es halt das Auto kaputt. Und ist aber in der Zwischenzeit nach 10 Jahren wieder gefunden worden, ist aufgebaut, neu aufgebaut worden und der Engländer hat es vom Design alles so gelassen, wie es bei mir war und ist dann 10 Jahre historische Rallyes in England gefahren und dann hat er das Auto verkauft an einen Sammler in den USA und da steht er jetzt noch. Und in Deutschland haben wir 3 Autos aufgebaut, 3 Nachbauten, weil dem das Design jedem so gefallen hat. Und ein Auto hat der Kajo Ort, Frankfurt. Das zweite hier hat der Herr Müller gehabt. Und das dritte, eigentlich der erste Nachbau, ist bei Dietz Klasse. Dankeschön.